バイジャパニーズカフェへようこそ。司会の猫です。今日はいつもと趣向を変えて大喜利でいきますよ。お題はこんな〇〇は嫌だ。日本の暮らしのあるあるをみんなで面白くボケていきます。では回答者の皆さんを呼びましょう。まずはお一人目。はい、ゴリです。短くズバッと答えますよ。うさぴょまです。テンポよくどんどんいきます。鶏です。落ち着いてじっくり笑わせますね。ひよこです。素直に思いついたまま答えます。頼もしい。ルールは一つ。ボケたらすぐ次の人。テンポよくいきましょう。本編の前に前回をちらっと振り返りましょう。前回は D 項講座の解説がテーマでしたね。在留カードや印鑑、暗証番号の話。ありましたね。窓口での手続き、最初はやっぱり緊張しますよね。皆さん、講座はもう作れましたか？私、この前やっと作りました。通帳をもらった時、ちょっと感動しました。さて、今日は大喜利。テーマは日本の暮らしのあるある。コンビニ、電車、ご近所付き合い。生活しているとついこれは嫌だって思う瞬間ありますよね。ある。すごくある。わかります。毎日どこかで遭遇しますもん。そういうあるあるをこんな〇〇は嫌だというお題でボケてもらいます。なるほど。実体験がある分力が入りそうです。そして面白いボケに出てきた言葉は私がその都度解説します。笑いながら日本語も覚えてもらおうと。笑って覚えられるなら嬉しいです。じゃんじゃんボケますよ。いいですね。では最初のお題からいってみましょう。次のお題はこちら。こんなコンビニは嫌だ。ではお先にどうぞ。レジに誰もいない。それ地味に困る。呼んでも奥から返事だけ。わかる。次の方はどうぞ。穴がスカスカで品揃えが冷凍うどんだけ。うどん専門店。それただの倉庫。そちらはいかがですか？店員さんがですね、全く愛想がないんです。お釣りを無言でポイッと。怖っ。最後の方どうぞ。おにぎりの陳列が全部逆さま。中身が見えないんです。全部宝くじ。当たり外れ。いやー、どれも見事でしたね。私が一番うなったのは冷凍うどんだけのお店。ここで出た品揃え。品揃えとはお店に並ぶ商品の種類の豊かさのこと。品揃えが豊富、品揃えが少ないと使いますよ。なるほど、覚えた。では次のお題へ参りましょう。続いてのお題。こんな満員電車は嫌だ。ではお先にどうぞ。押されて降りる駅を3つ過ぎた。戻れないやつ。つり革に手が届かない。怖い。次の方どうぞ。ドアが開いた瞬間、ホームの人が殺到してくる。降りたいのに押し戻される。波だね、それは。そちらはいかがですか？前の人とですね、ぴったりくっついて身動きが取れないんです。スマホの画面までしっかり読まれてしまう。恥ずかしい。最後の方どうぞ。乗った時とは別の向きを向いてました。くるくる回されてもみくちゃです。洗濯機だ。出口どこ？いやー、今回も大豊作でしたね。私がうなったのはくるくる回されてというお答え。そこで出た言葉、もみくちゃ。もみくちゃとは人混みで揉まれてぐちゃぐちゃに押される様子のこと。人にもみくちゃにされると使いますよ。なるほど、使ってみます。それではまた次のお題で。次のお題はこちら。こんなご近所さんは嫌だ。ではお先にどうぞ。夜中にドラムを叩く。うるさ。眠れない。しかもうまくない。で、それはきつい。次の方は会うたびに根掘り葉掘り。昨日の晩ご飯まで聞かれる。そんなに？そちらはどうぞ。そうですね。ゴミの日を絶対に守らないんです。毎朝カラスの大宴会ですよ。おー、最悪。最後の方どうぞ。距離が近すぎるんです。ベランダ越しにずっと話しかけてきます。逃げ場ない。いやー、どれも見事でした。でも根掘り葉掘りのボケが一番ですね。人のことを細かく知りたがる。これを詮索すると言います。うるさい音の方は騒音。人の生活に立ち入りすぎるのは干渉ですね。なるほど、覚えました。では次の話題に参りましょう。
続いてのお題。こんな役所の窓口は嫌だ。ではお先にどうぞ。番号札を取る。2時間後に呼ばれる。長、半日仕事。では次の方。ようやく順番が来たと思ったら、あちらの窓口へどうぞって言われる。また並ぶの？そう、振り出しに戻る。そちらはどうぞ。そうですね。必要な書類を全部揃えて持っていくでしょう。なのに、もう1枚足りません。と言われるんです。おお、それは困る。最後の方どうぞ。印鑑を忘れたんです。そうしたら平日の昼しか空いてなくて、次の日もまた会社を休みました。悲劇。いやー、今回も力作揃いですね。でも窓口を行ったり来たりのボケが見事でした。あちこちに回されて用が済まないこと、これをたらい回しと言います。書類が1枚足りないのは不備ですね。対応がもたついて遅いのは手際が悪いと言います。勉強になりました。それでは次へ参りましょう。次のお題はこちら。こんな飲み会は嫌だ。ではお先にどうぞ。最後だけ来て割り勘。それ一番もやっとする。飲んでないのに同じ金額。悲しいです。次の方はどうぞ。そうですね。ずっとお酌をしろと言われる飲み会ですが、こちらのグラスはいつも空っぽでして。ふむ、世話係。わかる。手が一本足りない。そちらはいかがですか？座った瞬間からずっと説教される飲み会です。昔はなーって始まって終わりません。長い。こっちは終電を逃すまで返してくれない飲み会。そして一気の強要。挙句に二次会へ連行されまして。どれも身に覚えがありますね。でも私が一番うまいと思ったのはお酌のボケ。お酌というのはね、相手のグラスにお酒を注いであげること。本来は気遣いなのに、いられるとただの仕事になっちゃう。なるほど、勉強になる。ちなみに最後だけ来て割り勘のボケに出た割り勘。みんなで均等に支払うことを割り勘と言います。覚えました。では次のお題へ参りましょう。続いてのお題。こんな天気予報は嫌だ。ではそちらからどうぞ。全部当たらない。潔いほど外れる。降水確率0で土砂降りでした。次の方はいかがですか？そうですね。洗濯物安心して干せると言われたのに、夕方にはびしょ濡れでして。ふむ、傘も忘れる。わかる。信じた日に限って。そちらはどうぞ。明日のことは明日にならないとわかりませんっていう予報です。それ予報じゃない。こっちは肝心なところで特番に割り込まれる予報。そして自分の地域だけ飛ばされる。挙句に晴れと言って警報が出まして。怖いです。みんなよく見てますね。私が一番うまいと思ったのは晴れと言って警報のボケ。警報というのはね、大雨や台風で危険が迫った時に出す強い注意の知らせ。晴れの予報と一緒に出たら確かに心臓に悪いね。なるほど、覚えた。予報が見事に当たることを的中と言います。反対に当たらないことは外れる。覚えました。では次へ参りましょう。次のお題はこちら。こんなアパートは嫌だ。ではお先にどうぞ。壁が薄すぎる。隣のくしゃみで目が覚める。わかる。それ最悪。あと窓の隙間からピューって風が入ってくるの。冬、部屋の中でコートを着てる。寒すぎます。そうですね。私が嫌なのはですね、駅から歩いて40分、しかも坂の上なんですよ。通うだけで運動になっちゃう。おお、それは遠い。私はですね、水回りが古くて、お湯をひねると最初に茶色いのが出てきます。それは無理。みんな経験ありそうですね。今のはいいボケがたくさん出ました。特に駅から40分で坂の上というのが効いてましたね。こういう駅やお店からの近さ、便利さを立地と言います。立地がいいと毎日がぐっと楽になるんですよ。なるほど、覚えました。あと、窓から入る風は隙間風。建物が古くなることは老朽化と言いますよ。ふむ、勉強になった。では次のお題に行きましょう。続いてのお題。こんな日本語の先生は嫌だ。
これはみんなに刺さりそうですね。ではそちらからどうぞ。例文が難しすぎる。今日習った言葉が一個も入ってない。あるある、それ困る。私が嫌なのはね、急に小テスト。心の準備ゼロなのに。それは焦ります。なるほどね。僕が嫌なのはですね、話がどんどんそれていく先生です。気づいたら休みの旅行の話で授業が終わる。文法どこ行った？おー、それは楽しそうだけど。私はですね、教科書をずっと棒読みする先生。声に全く感情がないんです。眠くなっちゃう。どれもなんだか想像できますね。今回は急に小テストというのが一番うまかったですね。予告なしにいきなりやることを抜き打ちと言います。抜き打ちテストはドキドキしますよね。覚えました。抜き打ち。あと、特定の人だけ可愛がるのはエコヒーツ。感情を込めずに読むのは棒読みと言いますよ。でもいい先生に出会えると嬉しいものですよ。その通り。では次に参りましょう。次のお題はこちら。こんなスーパーのレジは嫌だ。ではお先にどうぞ。開いてる列が一つだけ。それで長い行列ね。わかります。次の方、そちらは？店員さんが新人でバーコードが全然読み取れない。おお、もたつくね。そちらはどうぞ。ですね、半額の値引きシールを狙うんですが、ある人の後ろをそっとついて回る。うわー、必死ですね。最後の方、どうぞ。袋詰めが間に合わなくて、卵を抱えて走る。必死だね。隣の列がなぜか早い。今のお先の方、見事でした。並んで待つ長い列。これを行列と言います。そしてテキパキ進めるうまさを手際と言うんです。なるほど。値引きは値段を下げること。お得ですよね。店員さんの手際が良いと行列もスッと消えますね。ほんとそれ。さて、まだまだ続きますよ。最後のお題です。こんな温泉、銭湯は嫌だ。締めくくり張り切っていきましょう。ではお先にどうぞ。湯がぬるい。それは興ざめ。残念です。次の方、そちらは？とにかく人が多すぎてもう芋洗い状態。身動き取れないね。そちらはどうぞ。ですね、長湯をしすぎまして、気づけばフラフラにのぼせる。うわー、危ないですね。最後の方、どうぞ。脱衣所で自分のカゴがどこかわからない。迷子だ。タオルを湯にドボン。おっと、それは困りますね。今の長湯の方、お見事でした。温まりすぎて頭がぼーっとすること。これをのぼせると言います。そしてタオルを湯に入れない。それが大事なマナーです。勉強になります。人で混み合う様子は芋洗いとも言うんですよ。なるほど、面白い。さあ、今日も楽しい大喜利でしたね。次のお題はこちら。こんなレストランは嫌だ。ではお先にどうぞ。ガラガラなのに相席。なんで？不思議です。次の方、そちらは？何度呼んでも店員さんが来ない。もう手を挙げすぎて腕が痛い。それはつらい。そちらはどうぞ。ですね、料理が運ばれてきまして、それが頼んだものと全然違う。うわー、がっかりです。最後の方、どうぞ。お皿が大きいんです。でも真ん中にちょこんと一口。少なすぎ。盛り付けは綺麗なのにね。おっと、いいところに気づきましたね。今の量の方、お見事でした。ガラガラなのに知らない人と同じ席に着くこと。これを相席と言います。そしてお客さんへの応対のことを接客と言うんですよ。勉強になります。料理をお皿にきれいに並べる飾り方は盛り付けと言います。なるほど、覚えました。では次のお題に参りましょう。続いてのお題。こんな美容院は嫌だ。ではお先にどうぞ。鏡がない。見えない。不安です。次の方、そちらは？とにかく世間話が止まらない。休日の予定まで根掘り葉掘り。それは疲れる。そちらはどうぞ。ですね、予約をしたんですよ。なのに1時間も待たされまして。うわー、ひどいです。最後の方、どうぞ。短めでとお願いしたんです。
でも思ってたのと全然違う。まさかの。仕上がりが別人。おっと、それはうまい。今の短めの方、お見事でした。髪を切り終えた最後の状態のことを仕上がりと言います。そして天気や近所のような気軽なおしゃべりを世間話と言うんですよ。勉強になります。お願いした通りにできることを注文通りと言います。なるほど、面白い。それでは次のお題へ参りましょう。次のお題はこちら。こんなエレベーターは嫌だ。ではお先にどうぞ。すべての階に止まる。急いでる時に限って。それは焦ります。次の方、そちらは？誰も喋らない。あの静かな密室、気まずいって。ふむ、息が詰まるね。そちらはどうぞ。ですね、満員でして何度待っても乗れないんです。わあ、それは大変です。最後の方、どうぞ。急に止まって中に閉じ込められちゃう。故障です。ひえ、怖い。閉じるボタン、連打される。せっかちだな。今の閉じ込められる方、お見事でした。窓のない閉ざされた部屋のこと。これを密室と言います。勉強になります。そして機械が壊れて動かなくなること。これが故障です。なるほど、覚えました。一つずつ全部止まるのは各階に止まるというんですよ。ふむ、なるほど。さあ次のお題に参りましょう。続いてのお題。こんなカラオケは嫌だ。ではお先にどうぞ。自分のお箱を取られる。それは悲しい。ショックですね。次の方、そちらは？とにかく点数が出る。あの採点、ドキドキすぎる。ふむ、緊張するね。そちらはどうぞ。ですね、順番が回ってこない。ずっと聞き役なんです。わあ、寂しいです。最後の方、どうぞ。音程が高すぎて全然届きません。サビで撃沈。曲が永遠に終わらない。長尺すぎる。今の取られる方、お見事でした。一番得意な歌のこと。これをお箱と言います。勉強になります。そしてうまさを点数で評価すること。これが採点です。なるほど、覚えました。声の高さ低さのこと。これは音程と言うんですよ。ふむ、なるほど。さあどんどん行きましょう。次のお題はこちら。こんな歯医者は嫌だ。ではお先にどうぞ。麻酔が効かない。それは怖い。痛そうです。次の方、そちらは？キーンって音がね、待合室までずっと響いてる。ふむ、あれは緊張する。そちらはどうぞ。ですね、治療がとにかく長くて毎回また来週ですねと言われる。終わらない。最後の方、どうぞ。口を開けたまま先生が世間話を始める。返事できない。削る音がやけに長い。おっと、それは耐えられませんね。今の治療の方、お見事でした。痛みを感じなくする薬。これを麻酔と言います。そして病気を治すことを治療と言うんですよ。勉強になります。歯を機械で削ること。これを削ると言います。なるほど、すっきり。では次のお題に参りましょう。最後のお題です。こんな路線バスは嫌だ。締めくくり張り切っていきましょう。ではお先にどうぞ。両替機が壊れてる。それは焦る。困りますね。次の方、そちらは？降りたいのに降車ボタンが見当たらない。ふむ、それは慌てる。そちらはどうぞ。ですね、揺れがひどくて整理券を取った手がグラグラ。踏ん張りますね。最後の方、どうぞ。満員で奥に詰めてと言われ続ける。もう動けない。おまけに遅延だ。おっと、それはがっかりですね。今の揺れの方、お見事でした。お札を小銭に変えること。これを両替と言います。乗った場所を示す番号付きの紙。これが整理券です。勉強になります。予定より遅れることを遅延と言うんですよ。なるほど、面白い。さあ今日も笑いの絶えない大喜利でしたね。たっぷり笑いましたね。ここで今日の言葉を整理しましょう。今日のお題どれもあるあるで思わずうなずいた人も多かったんじゃないでしょうか。笑えるけどちょっと痛い。そう、その笑えるけど
自分のことみたいで胸が痛い感じ。ぴったりの言葉があります。今日のキーフレーズはこれ。身につまされる。身につまされる。他人の話なのにまるで自分のことのように感じて辛くなるという意味です。もう一度お願いできますか？いいですよ。身につまされる。人の失敗談や苦労話が自分の身に染みて感じられるときに使います。今日のあるあるまさにそうでしたね。笑いながらちょっと身につまされました。わかる。あの満員電車のボケ自分すぎて辛かった。使い方はこう、あの人の苦労話身につまされたよ。他にもリストラの話は身につまされて笑えないのようにも使えます。自分と重なってしみじみ感じる。それが身につまされるです。では声に出して練習しましょう。私の後に続けて言ってみてください。身につまされる。いきますよ。3、2、1。身につまされる。言えましたか？今日のあるある、どれが一番刺さりましたか？というわけで今日は大喜利でお送りしました。楽しかった。またやりたい。もっとボケ倒したかったな。笑って覚える。いい時間でしたね。皆さんは今日のお題でどんなボケを思いつきましたか？ぜひコメントで教えてください。あなたのこんな〇〇は嫌だ。コメントで待っています。チャンネル登録もよろしくお願いします。